皆様お待たせいたしました。ただいまよりクロージングセッション、文化と居場所、居場所を作るためのアクションを開始いたします。本セッションでお話しいただくのは、東京大学大学院総合文化研究科教授、共生のための国際哲学研究センターセンター長、ではなく、梶谷真二様、クランドゥイユディレクター、デイビッド・デ・キーザー様、コンサルタントディレクター、モーウェナ・コレット様、東京芸術大学大学院国際文化創造研究科長教授、熊倉澄子様です。それでは梶谷様、キーザー様、コレット様、熊倉様、よろしくお願いします。どうも梶谷です。よろしくお願いします。今日司会進行役を務めさせていただく関係で、こういう格好してるわけじゃないんですけども、まず私の方からですね、10分ほど、この3日間、私がいたのは3日間なんですけど、私が1日に、講演をして、で昨日で今日になっているので、その間のことを皆さん全員が全員ずっとこの3日間いらっしゃったわけじゃないと思うので、どんなイベントだったのかというのを私なりの視点というか感想を述べながら、お話をして、で後につないでいきたいと思います。で、その中でこれなんでこんなことしてるのかっていうのもお話しますので、はい、ちょっと最初は何してんのかなこの人みたいなのあると思うんですが、ちょっとお聞きください。この、国際会議は、居場所、文化と居場所というのがメインテーマで、もう少し分かりやすく言うと、どうしたら、いろんな私たち社会の中に、いろんな、マイノリティの人だとかいろんな困難を抱えた人が いますけども、そういう人たちが、心地よく一緒に私たちがみんなでいられる場所をどうやって作ったらいいかっていうところが、テーマだと思うんですね。でそのために、特にアートがどういう力を持ち得るのかということで、ここには、アート関係アーティストの方だとか、あとは建築であるとか、そういう広い意味でのアートですねに関わる方たちが多いのではないかと思います。で、私自身が最初にの、基調講演で話したのは、私専門哲学なんですけど、哲学対話という対話の場作りの経験をお話しして、あとこれ何をやってるかというとですね、もう一つ全国こども福祉センターという名古屋の街頭で駅前なんですけど、こういう着ぐるみを着て、募金活動をしてるんですね。で募金活動プラス、その後に事務所で交流会をやるんですけども、そこでこういう着ぐるみを着て、やってるんですけども、そこの活動の中心は基本的に若い子、10代20代の子なんですね。でそこに、私みたいなおじさんが一人入ってなんか手振ったりとかですねやるんですけど、ここにいるとですね、私がこの格好をしていることが気持ち悪いと思うと思うんですよ。なんかすごい違和感しかないと思うんですけど、街頭に立って活動するときにはこれを着ることで、私は20代の子10代の子と本当にフラットになれるんですね。なので例えば声かける時でも、街頭でこう歩いてる人に手振ったりとかですねするのも、僕は普通の格好をして手振ってたらなんか変な人ですよ。であとそれでこう通りがかりの人に声かけたら、なんかやっぱり何しに来たんだろうみたいな感じなんですけど、この服を着て声かけると全く不審がられないんですね。それも不思議だと思うかもしれないですけど、本当なんですよ。でこう手振っても小さい子とか手振り返してくれるし、で、若い子とも本当になんていうんですかね、こういう年齢でこういう立場だと、普段だったら多分敬語使われたりとかするのが普通だと思うんですけど、彼女たちは本当にいい意味でタメ口で分け隔てなく付き合ってくれるんですね。で私がこの着ぐるみがすごいなと思うのは、努力いらないんですよ。これ着るだけで本当にフラットになれて、でしかもこれを着ずにやろうとすると多分すごい大変だと思うんですよ。若い子に分け隔てなくなんかリラックスして普段通りにやってくれたらいいからねって言っても絶対そうならないですから。でそれがやっぱりこういう場を作る時に、私はなんかよく
お互い共感しましょうとか対話をしましょうとかお互い理解し合いましょうって言うけども、その手前のところですごいバリアがあるんですよね。そもそもそういう関係になれないのに、でも対話しましょうって言われてもすごく難しいんですよ。でそのためにみんなすごい努力したりとか勉強したりとかするんですけど、これでいらないんですよ。何もいらない。なので僕はこういうのが、これ別に私アートだっていうつもりはないですけど、でも広い意味ではアートだと思うんですね。でこういう仕掛けを作る、こういうことを、いわゆる言葉で説明するんじゃなくて、こういうふうにやったらみんな一緒になれるよみたいな場を作るのが大事なんだと思うんですね。でこの3日間私いろんな講演とか聞いて、建築であったり演劇であったり音楽であったり、それぞれにみんながあんまり考えなくても巻き込まれておのずといろんな人たちが一緒にいる場を作れる場合と作れない場合がある。で建築でもそういうのをうまく作ってらっしゃる建築もあれば、そうならない多分建築もある。そういう意味でそのアートでも、すごくインクルーシブな場が作れるアート、あるいはそういう作り方とそうじゃない作り方っていうのがあって、世の中では結構そうじゃない作り方をすることがよくあるのかなと思うんですね。で、この後そういう点から皆さんにも、これはこのクロージングセッションの2つの大きな問いかけとして私の方で用意したのが、皆さんがいろんな形でここにいらっしゃる方もそうだと思うんですが、そういういろんな人たちが一緒にいられる場を作る努力をしてきてると思うんですね。でその時にこの着ぐるみに相当するものがあるのかどうか分かんないですけど、何かやっぱりみんながそんなすごく努力しなくても何か一緒にやったらおのずと仲間になれるよねみたいな工夫とかを気にしてること、気をつけてることが何があるかっていうことですね。で私の場合というかこの福祉センターの場合はこういうやっぱり緩いのが大事だと思うんですよね。なんかちょっとふざけてるかもしれないみたいな、こういうなんか緩さってすごく大事で、なんか頑張んなきゃいけないみたいなのじゃない方が僕はいいと思ってます。で他の方たちがどういうことを普段気にしてらっしゃるかなっていうのが一つで、もう一つはですね、アートがそういうみんなを巻き込んで楽しく居心地よくさせる力を持っているのは分かるんですけど、でも多分アートだから起こるその排除っていうのもあると思うんですね。で例えば私がこの全国子ども福祉センターのところに来てる子たちはみんな基本的にそういうのと縁がない子たちです。なので彼女たちはこういうイベントがあるから行こうって言っても多分来ないと思います。なのでそういう人たち、排除されてしまう人たちに対してアートとか、このお三方ですけども、そのテーマとして議論したいのは、そういうアートゆえに排除されてしまう部分をどうするかっていうことですね。それをやっぱりちょっと考えたいなと思っています。はい、この2つが大きな、問いになるわけですけども、この後まず、コレットさんと、熊倉さんに、今日初めて登壇なさるので、ちょっとご自身の活動の紹介兼ねて、お話を10分ちょっとずつぐらいしていただきます。でその後、デキーザーさんに、デキーザーさんは初日に同じように講演していただいているので、この3日間でどんなことを感じたかっていうことを話していただいて、で後で私たちでみんなでディスカッションをしたいと。で残り10分15分ぐらいは皆さんからも何かアイデアとか何か質問あったらしていただければなと思いますので、はい、ということでそのように進めさせていただきます。はい、私は暑いのでこれはこの後は脱がしていただきますけども、ちょっとずっと着てると暑いですから。はい、ということでまず、コレットさんよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。おかげさまでとても楽しい、素晴らしい3日間を過ごせています。皆様、はじめまして。アーツカウンシル東京の招待に感謝します。10分ほどお時間をいただき、私自身について少し触れます。スライドショーの再生をお願いします。では始めましょう。私はモーウェナ・コレットでシドニー出身です。
簡単な自己紹介をします。まだゲストの皆様とはお話できていないのでね。実に長旅でしたが、ワクワクしています。日本の芸術文化について学びたいです。多様性や公平性、包摂性の現状もね。私はフリーランスのコンサルタントをしており、オーストラリアと海外で活動しています。次の4つのテーマが専門です。アクセシビリティとダイバーシティ、エクイティとインクルージョンです。これらがどんな意味を持つのか後で触れます。主に芸術文化の団体と仕事しています。とても楽しい分野なのは周知の事実ですよね。本日の会議も楽しく進めたいと思います。もともと私はクラシック音楽の演奏者でして、それが芸術文化への入り口でした。そして大学生の頃、神経障害を患いました。以後、私は自分の立場を主張しないと芸術文化に参加できないことに気づき始めます。世界の8から9割の障害者と同じで、外見からは障害が分かりません。私のニーズは尋ねなければ分からないでしょう。障害を背負ったことで、次第に演奏することから遠ざかりました。でも、マネジメントをするようになったんです。政府機関や女性団体でキャリアを積み、クリエイティブオーストラリアもその一つです。仲間のジョージー・マクリーンが月曜日に登壇しましたね。5年ほど前に母国で市場のズレに気づき、コンサルタントとして独立しようと思いました。友人としてアドバイスをし、芸術文化のインクルージョンを支援するためです。この数年間においては、実生活でも変化があり、母親になりました。そして、我が子も障害を抱えています。自閉スペクトラム症です。今、オーストラリアで活発化している議論は、適切なアクセシビリティとは何かということです。障害児の世話をする中でたくさんの気づきがあります。芸術文化に参加するには実に多くの妨げがあります。自分のビジネスを持っている障害者は多いんです。それがより適した働き方だからでしょう。従来の職場にありがちな困難を取り除けます。実のところ、オーストラリアでは障害者が自営業者になる確率は4割ほど高いんです。ビジネスを運営し、働く機会を創出しています。個人的にこの働き方は非常に合っています。自分のスケジュールを柔軟に決められますし、体調やニーズを考慮した上で働けます。また、家族を支援しながらも働くことができます。4つのテーマを中心に活動していると先ほどお話ししましたね。オーストラリアでもよく耳にする言葉ですが、誰もが意味を理解しているとは思いません。私にとってのアクセシビリティは、参加への妨げをなくすことです。ダイバーシティはお互いが持つ人としての違いを指します。誰が代表なのかにも関係します。例えばイベントの登壇者などです。エクイティは人には異なるニーズがあり、同等の結果を得るために必要な違いを指します。インクルージョンとはいろいろな人を歓迎し、彼らが帰属意識を得ることです。オーストラリアにとても有名な会場であるシドニーオペラハウスがあります。CEO であるルイーズ・ヘロンさんはとても印象的な言葉をお話しされました。ダイバーシティとはパーティーに誘われること。
インクルージョンはダンスフロアで踊ること、そして貴族意識は音楽を選べる安心感だと。これらのテーマを考えるいい例えだと思います。フリーランスのコンサルタントとしての利点は、さまざまな団体と幅広い仕事ができることです。一つの会場で同じ仕事を続けることはありません。変化に富んだ日々です。仕事を始めてから5年ほどですが、60の団体と約80件のプロジェクトを担当しました。そのため、何が行われているか知ることができ、芸術文化団体の運営を目の当たりにし、ダイバーシティの現状も知りました。2つの団体が協力関係を結ぶ仲介もします。一つの施設からの知見をお借りして、別の施設に役立てられます。芸術分野では会場側やフェスティバルをはじめ、舞台芸術団体や博物館などと仕事しています。現在は交響楽団とのプロジェクトを進める一方で、小さなダンスカンパニーとも仕事をしています。また、映画やテレビの仕事も増えてきました。オーストラリアにおけるダイバーシティは、映画業界ではかなり前から議論されてきました。だから、映画業界から学べることは多いですね。現在、スクリーンオーストラリアと手を組み、初のダイバーシティ戦略の策定支援をしています。その他、レジャー団体との仕事も大好きです。スライドの写真は、タロンガ動物園と仕事した時のものです。シドニー湾にある動物園です。これはとても興味深い案件でしたね。介助動物に関するポリシーの策定で、人々が介助動物と入園できるようにしました。動物福祉をめぐる問題も多々ありました。でも社会全体にとって大事なのは、誰もが入園できる動物園にすることでした。政府機関と仕事をすることも多いですね。ポリシーの策定もしますが、教えるのも好きなので、8つの大学でゲスト講師をしています。アクセシビリティとインクルージョンを、キャリアの浅いアーティストに啓蒙したいんです。彼らのキャリアに役立ててほしいですね。若手がこの業界の未来なので大事なことです。報酬があるならどんな仕事でもします。それは一般企業だったり、デザインや建築事務所だったりします。仕事では一日も同じ日はなく、いろいろなことをするのが大好きです。主な仕事内容はコンサルティングなどですが、さまざまな経験をしてきた人々と関わります。コンサルティングを通して戦略や計画を取りまとめる手助けをしています。計画は数年にわたるロードマップとなり、事業の改善に役立ってくれます。研修も行いますし、アクセシビリティの監査もします。これらは物理的な環境改善だけではありません。つまり、現場の先にあるオンライン空間も大切だと思っています。インターネットへのアクセスです。オーストラリア国内では、障害者の多くはインターネットで参加することが多いですね。ライブ配信やオンデマンドコンテンツを可能な限り提供し続けることは、視聴者にとって大切なことです。障害のあるアーティスト支援も行っています。複雑化している資金調達のサポートなどです。一種の国民福祉モデルである全国障害保険制度があります。この制度を利用すること自体が容易ではなく、芸術のための支援制度も分かりづらいんです。私の大事な仕事の一つです。多方面で支援活動をしているので飽きませんね。
すべてを私一人では行えないので、協力体制を整えています。素晴らしいチームを形成し、他のフリーランサーなどと協力するのです。定期的に共同しています。このチームを構成する人々も、さまざまな経験を持つ人たちなんです。オーストラリア中から集まりました。この最高のチームは他の人と共同する利点を示してくれました。長い目で見るといい結果を生んでいると思います。これは一覧ですね。これまで芸術文化で携わってきた団体です。携わった会場としてはシドニーオペラハウスやメルボルンのアートセンター、ガローヤ美術館ではオーストラリア国立美術館があります。シドニー現代美術館やタスマニア州のモナ美術館があります。フェスティバルでの仕事も楽しく、個人的にもフェスが大好きなんです。特にフリンジフェスティバルが好きです。誰もが参加できる芸術祭を展開しているからです。大規模な芸術祭はパースフェスティバルですかね。最近シドニーワールドプライドも開かれました。これはマルディグラのお祭りで、国際集会的な役割を担うワールドプライドです。他にも多くの団体があります。現在力を入れているプロジェクトがあります。私が心から願っているのはアクセシビリティにおける国家基準の策定です。イギリスにはこのような基準があります。これを20年ほど前に策定したのがAttitude is Everything という団体です。アクセスの検証というガイドラインも20年ほど前にできました。200もの会場やフェスがこれを指針にしています。階層ごとに基準が設けられており、ブロンズ、シルバーとゴールドがあります。最近プラチナも追加されました。各レベルをクリアしている団体が多いためにレベルを追加したそうです。このような基準のいいところは明確な指標であることです。簡単なブロンズのものから取り組んでから次にシルバーに取り組みましょうとね。各団体のガイドラインとして役立っています。このような基準があればオーストラリアでも大いに役立ちます。切実な問題なのはアクセシビリティに取り組みたい団体があっても何から始めていいかわからないことも多いんです。幸運にも資金援助を受けたので音楽のイベントで試す予定でいます。ニューサウスウェールズ州の音楽祭や会場で2025年より試験的に取り組んでいきます。この取り組みが成功すれば他の芸術分野や国内へ広めたいと思っています。これが今情熱を注いでいるプロジェクトです。自己紹介はこのくらいにしておきます。皆様ご清聴ありがとうございました。はい、1点だけちょっとお聞きしたいことがあるんですが、すごく面白いなと思ったのが、そういう障害であるとか何かしらの困難を抱えた人の起業率が高いということをおっしゃってて、それは一つには多分大きな理由は一般の会社ではあまり受け入れられないので自分たちで仕事をする方が早いというか、そういうことをすれば自分たちに合った会社を作れるということがあると思うんですけど、その時に会社自体は自分たちに合ったものを作れると思うんですけど、仕事を一緒にする人あるいはそのクライアントが必ずしも理解があるとは限らないんじゃないかなと思うんですね。でそういう時に理解してもらうのに時間がかかったりするのか、あるいはそういうのを理解してくれるところと仕事をすればいいということなのか、そのあたりちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。
いい指摘ですね。当然、とても難しい問題です。たまに芸術関連の団体はスピード感を重視します。共に仕事する人にも高い期待を寄せますよね。最近、私自身が始めたことがあります。契約する段階の話ですが、他団体と契約する場合は、アクセスライダーという文言を入れています。個人として私が必要とするニーズを明文化し、私自身のことに触れ、何が必要か書いてあります。スケジュールの柔軟性などです。体調に波がある場合は特に重要だと感じます。起こり得ることはすべて明文化しておくことです。双方間で確認し、体調も考慮して契約します。細かいことかもしれませんが、進捗状況を見るための定例会議を設けます。また、クライアントと綿密に協働して、必要なものを提供できるようにします。アクセスライダーは実にいい考え方です。なぜなら多くの人は個別のニーズがあるので、対話して文章化することが大事ですね。はい、で今のと関連してもう1点だけ聞きたいんですけれども、そういうふうに、自分たちはこういうことができます、これはできません、こういうことは、受け入れてくださいというようなことを、あらかじめ言って仕事をしていく中で、多分普通の会社だとやっぱり今だとすごくスピードとか正確さっていうのを求められたりすると思うんですけども、ただそういうのって別に少し正確じゃなかったから、少し遅れたからすごく問題かってそうじゃないと思うんですけど、そのコレットさんが仕事を起業して、そういうもっと少しゆっくり、あるいは場合によっては必ずしも正確ではないようなことが起きるような仕事をすることで、その相手の会社だとか、世の中により良い影響を与えたことっていうのも何かありますか？私の仕事は正確だと思いますが、遅い時があります。できるだけ猶予を設けようと心がけています。時間的な余裕を持つことです。スピード感がいる仕事は避けます。これは私自身のためであり、私が関わるコミュニティのためなんです。他の障害者と共同するからです。本会議では時間がテーマとして上がりましたよね。時間を要することへの理解はとても重要です。先日仲間とも話したばかりですが、オーストラリアではある言葉が使われています。障害者のクリップタイムという概念です。例えばろう者などの障害者にとって最高のパフォーマンスをするには時間を要します。クライアントの期待に応えることも、現実的なスケジュールや時間的な余裕も大事です。芸術分野はスピードが重視されすぎています。そのため、働く環境も含め、爆発的な創造性が必要だと思い込みます。激動の創作活動を求められることも多いですね。でも、必ずしもそれが正解ではないし、ゆとりはインクルージョンにもつながります。はい、Thank you very much。じゃあ熊倉さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。東京芸術大学の熊倉と申します。先ほど国際文化創造研究科とかご紹介いただいたんですが、正しくは大学院国際芸術創造研究科でアートマネジメントや文化政策などを教えています。今コレットさんのお話聞いてて、会場の皆さんはどんなお仕事なんだろうって、日本だったらこれ誰なんだろうとかって思いませんでした？こんなお仕事あるのって久しぶりに日本は後進国だなって思ったんですが、文化施設からビジネスあるいは動物園だとかさまざまな機関が
社会包摂的な取り組みをしようと思った時に、コレットさんをお招きしていろいろアドバイスをいただいて、その組織がなんかやってるふりをするんじゃなくて、真に包摂的なこと、取り組みの意識、情勢とかはどうしたらいいかっていうようなことをきっと一緒にプロジェクトを立ち上げて、そこで一緒に取り組んでいくというのお仕事なのかなと、違ってたら後で教えてね、思いました。ないですよね、こんな職業。ないです、まだない。その調査をしたり提言をしたりするしかもそれが文化の領域に非常に特化した専門的な一般的なシンクタンクの中にそういったことを専門に長年取り扱っていらっしゃったコンサルタント吉本さんや大下さんのようなでも2人しかいない。で、これをでもこうした取り組みをもっと組織的に制度的に取り組むためにはどんなことが必要なのかということを考えて、私がですよ、東京都がそう思ったかどうかは知らない、立ち上げた、日本で最初かつ最大の中間支援インターミディアリー組織がアーツカウンシル東京だと私は信じています。バカの一つ覚えみたいにアーツカウンシルってあちこちで、言いまくって、10年かかってやっとできたアーツカウンシル東京が、このように大きな国際会議場を使って、ソーシャルインクルージョンということをテーマに、こんな大きな会議が開けて、会場にそうしたことに関心がある、あるいはすでに何らかの取り組みをなさっている方々がこんなにたくさん集まってくれたということは、日本の未来もまだコレットさんはいないけど暗くはないなというふうに信じたいと思います。私自身は、将来のそのコレットさんみたいな人を育てられてればいいなというふうに思うんですけれども、実際には学生たちと街中で、市民の人たちの力を借りて、アーティストと市民と一緒に街中アートプロジェクトを、たくさん行っております。もともとは私も、美術史アートヒストリー西洋美術史を専門にやってまいりました。で主に東京芸術大学のキャンパスがある町の周りで、私の研究室の学生はこれ必修の授業になるんですけれども、町に出て行政と市民とアーティストの間で学生スタッフとして経験を積むというようなことを教育活動、あるいは私自身の研究活動として行っています。で日本でアートプロジェクトとよく言われて、これなかなか英語にならないんですけれども、英語でいうところのソーシャリーエンゲージドアートという言葉ですが、私この言葉大嫌い。だって町の肉屋のおじさんに私どもソーシャリーエンゲージドアートっていうのをやっておりましてとか、福祉機関とかに行ってソーシャリーエンゲージドアートやりたいんですって言って、もうすごい勢いで先ほどの冒頭に梶谷先生からおっしゃっていただいたように、なんかむちゃくちゃエクスクルーシブじゃないですか。でそれダメでしょうと思って、そんなアートが自らソーシャリーに全然インクルーシブでなかったということをわざわざ告白するようなタイトルをつけることはないと思って、なんか分かんないけどアートプロジェクトってつけると、なんか芸術よりちょっとなんか敷居が低いような錯覚が生まれる。でいろいろなところでいろんな人が勝手にこの日本ではアートプロジェクトというタームをなんか便利に使ってくださっているのの事例を集めた本を出して、日本でアートプロジェクト研究がしやすいようにとりあえずちょっとこれ難しすぎたなと反省してるんですけれども、定義なんかも作ってみて、今若い研究者たちがどんどんこの定義をご自身の研究を通じて乗り越えていってくれています。
で、いろいろなプロジェクトですけれども、実は東京芸術大学は国立大学なので茨城県取手市にもキャンパスがあります。取手アートプロジェクトというもので、もう私が始めたわけではないんですけれども、何のかんのでもうすぐ30年、ずっと細々と続いているアートプロジェクトです。私就任当初にこの取手キャンパスで教えていたので、でも当時はまだ最初の年は学部の1年生しかいないので、全国に向けてインターンを募集したらたくさん人が来てくれていて、今日もその卒業生の方々が会場にたくさんいらっしゃって、アーツカウンシル東京にもそこそこ人材を供給させていただいております。で、どんなことをやってるかですが、これは筑波大学学部を出て修士をこの芸大取手キャンパス修士博士を学んだ北澤淳さんというアーティストのアートのある団地、郊外によくある団地の北澤淳さんですね。ごめんなさい、団地の一室を年に一晩だけホテルに見なしてお客様を募集して泊まっていただくと。で、おもてなしをするのは公募で集まった市民の方々で、食事を提供したりお部屋を整えたり、ランプシェードを作ったり、これ芋団地っていうんですけれど、芋ようかんの最初の おもてなしの芋ようかんもじって芋ようかんをお出ししたり、でこの北澤さんのプロジェクトが今日は細かい話はいたしませんが、この宿泊客が昼間太陽光パネルで太陽光を集めて、電気が切られた先ほどの団地の一室に泊まっていただくという趣旨なんですが、よいしょ、こんな感じで一緒にご飯を食べたりで、子どものホテルマンもいて、これなんかおもてなしをしてるんだか遊んでくれって言ってるんだかよく分かりませんけれども、お部屋にはこういうルームサービスがたくさんつられていて、お客様をもてなす、これはこの時は高校生だったとこかな、シェフもやってました。で夜この、中が黄色く照らされる夜の太陽というのが上がって、この下で団地の人たちとこのゲストが来たその夜だけ夜の太陽祭りというイベントを行うとか、上野キャンパスの近くで長年活動してくれているのはこの取手を卒業したスタッフが中心になって作っている谷中の勝手というNPO ですけれども、昨今はアーツカウンシル東京さんのターンランドプログラムの一つのを福祉施設と一緒にアートプロジェクトをさせていただいています。これは木村敏郎じんじんさんというドラッグクイーンの格好をして、路上でこのお茶碗はご自身が素焼きで焼いてきて、通りすがったお客様がこれを1個購入して、好きにその場で絵付けをすると人事さんが窯で焼いてくれて、今日絵付けする予定ではなかった人がなんか一日陶芸をする羽目になって、お茶を飲んだりするという、プログラムですが、ここに福祉関係の施設の人に、このじんじんさんの、弟子筋の芸大卒のアーティストが言ったのが、一緒に人々と共に学ぶという、これは、もっと路上生活者だった方々の支援をしている、チームとも一緒に行ったりしています。こんな感じで皆さんが出店を出す方になってアーティストと一緒に何かをしたり、自分たちで何かをしたり、
最近一番私の学生がたくさんいるのは私の研究室千住キャンパス足立区ですね、にありまして、アートアクセス足立音町千住の縁というプログラムを、もうこれも10年以上、足立区役所さんや、これ最初につないでくださったのはアーツカウンシル東京さんなんですけれども、活動をしています。アーティストの大巻真嗣さんの、代表作の一つである、メモリアルリバースというなんかバケツみたいなのからシャボン玉が出てくるのをたくさん並べることで、30分間風景が一変するというプロジェクト、ですとか、よいしょ。でいろんなところでやってきて、途中でこの大巻さんがシャボン踊りっていうのを作りたいと言い出してこの町の、何ですか盆踊り愛好会のおばあちゃまたちに、振り付けを見ていただいたり、夜はだんだん LED になったり、この市民の皆様方がさまざまな形で場所探しから、プレイイベントから、みんなやっていただいていて、市民参加型の、プログラムで、むっちゃ盛り上がるけど、なかなか1年かかって1日で終わりなので、準備が大変です。なんだかんだで、本番当日朝の8時ぐらいから、本番前にはこのぐらいの人たちが主催者側ということで、子どもからお年寄りからこれはさほど本人どう思ってるか知らないけど多分ソーシャリーにそんなにエクスクルードされていない普通の方々、だと思います。ご希望の方にはちょっと冊子を作ったので差し上げます。宣伝ですけれども、今年は12月1日に、日暮里西日暮里から舎人ライナーというモノレールで行って20分ほど行ったところに舎人公園という都営の公園があるんですけれども、そこで開催をしますのでもちろん無料ですので、ぜひ見に来ていただければと思います。チラシがあちらの出たところのロビーに、あります。というところで今回は全体的にソーシャルインクルージョンにアートが何ができるのかというような場だと思うんですが、実は日本全国にこのように市民が、これはその芸大がちょっと仕掛けたりしていますが、日本全国にはもう数えきれないほどのアートプロジェクトというものがあって、アーティストがいるものいないもの、市民が手弁当でやっているものから、皆様の中にもご存知の方があるような瀬戸内国際芸術祭ですとか越後つまりアートトリエンナーレ新潟で行っている、数十億円かけて行われるようなものまで様々にありますが、市民の人たちが何々それ何手伝ってくれって言ってるのというような形で、いろいろな形でご参加をいただいて、私はこれを競争的コークリエイティブというふうに呼んでいるんですが、アーティストが一人で勝手に作品を作って見てもらうのではなくて、アーティストがこんなことやったらどうだろうかという場作りの提案をして、それに市民の方々がそれってどういうことって一緒に考えてくださいよみたいな形でさまざまに具体的な姿を作り上げていくところに参画をしていくというプロジェクトがものすごくたくさんあるというのは、案外これ世界の中でもこんなにたくさんあるのは珍しい現象ではないかなというふうに思っています。なのでちょっと最初の答えになるかどうか分かりませんが、なかなか社会包摂的な活動の中で実現するのは難しいかもしれないけれども、普通の市民の方々がたくさんいるようなところに一緒にインクルージョンされるというのが福祉側の方々が、に最近そういうご要望、後でまたもう少しそういうお話ができればと思いますが、もしかして一つの策かなと思います。私はその昭和の人なのでアーティスト好きなんですけれども、私の学生たちは最近はより
社会包摂的なことに興味がある学生が多いです。高齢者の方々、あるいはその不登校の子どもたち、障害者の方々、そうした人たちに対してアートを通じて何かができないかというような志を持って、入学してくる学生が非常に多いのが一つの傾向です。以上で、はい。何か、動画とかはなんかこれで以上でいいですか。じゃあ一つお聞きしたいんですけれども、今、大学の教育でこういう、福祉だとかあとプロジェクトなんかにこう企画とか多分運営するような人材を育てているっていうようなことをおっしゃってたかと思うんですが、なかなか日本の大学ってこれ東京大学でもそうなんですけど、大学で勉強したことは就職するときにあんまり関係ないみたいなことになりがちで、すごい一生懸命やってるのにもう大学卒業するとあんまり縁がないような感じになりがちなんですけど、その熊倉さんが育ててる学生さんたちはそこで学んだことを、その後どんな形で生かしてらっしゃるのかとか、それを仕事につながってるのかとか、そのあたりのことを教えていただけますか。はい、つながってる人もたくさんいるんですけれども、最近でもちろんその行政が専門職をご用意いただいてそういうポストについている卒業生もいますが、最近世界的にそうだと思うんですけど、企業がなんかアート志向でなんかアートの分かる人材を欲しがって、せっかくね一緒に汗かいて学んだんだけど最近割とねすぐ企業に就職しちゃうんですよね。いいけど、はい、ステークホルダーが増えるので未来への投資だと社会への種まきだと自らに言い聞かせて、おりますがいろんな分野で、そんなとこ受かっちゃうのみたいなところは結構就職率いいですよ。そうですか。それやっぱり自分がアートでそういうことを学んだっていうことをアピールしてちゃんと就職していけてるっていうこと。なんかね、街中でも生まれたっていうのがいいらしいです。そうですか。はい、町の特に北千住はなかなか古い町で、結構市民の方々がいじってくるんですよね。で学生とかももろにいじられるのでなんかそういうちょっと異なる価値観の間を行き来したという経験を、とにかくアピールしろと。私がそう思いたいだけかもしれませんが、なんかちょっと根性あるかもって思ってもらえるんじゃないかなと勝手に。なるほど。そこがいつも私哲学やっててデザインとかアートの人たちと最近ここ5年10年ぐらい一緒にやってて思うのは、アートの人ってやっぱり実際人と関わったり物を作ったりするじゃないですか。でも哲学の人って多分やっぱり哲学やりましたっていうと多分就職活動において有利になることはまずなくて、黙ってるか隠すかみたいな、あるいは言うとネガティブに働くことが多いので、そこはすごく羨ましいところですね。はい、どうもありがとうございました。ではデキーザーさん、デキーザーさんは、初日から3日間いらっしゃったわけですけれども、この3日間いろんなものを見たりしたと思うんですけども、その感想ですね、でどう思われたかとか、そういうことをちょっとお聞きしたいのでよろしくお願いします。私は今回初めて日本に来ました。日本に来る前から知っている日本の方もアート関係者とか学生などたくさんいるのですが、改めてここに来たことでたくさんのことを学べました。この3日間、さまざまなテーマのセッションがありましたね。アクセシビリティ、インクルーシブ、文化の違い、アートを通してウェルビーイングをどのようにしていくのかなど、私はいろんなところで仕事をしてきた。この30年間、常に手話とアートのために活動してきました。アートは毎日が学びの連続です。
アートに限界はありません。いろんな人が学んだり、調べたり、創作したり、講演したり、表現したりしています。例えばここに登壇している皆さんもそうです。また興味深かったのは今日見た講演で、ろう者による美術館手話ガイドをどうしていくかということを調査している方がいるという話がありました。その他にも人々のアートに対する関心をどうやって育てていったらいいのかとか、もっとアートのことを好きになってもらう方法について取り組んでいる方などもいますね。それは大変素晴らしいことだと思います。私たちはみんなが同じ船に乗っているのです。アートのための同じ目標を目指しています。アートは年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が楽しめます。私たちはアートによって気分が良くなったり、知見を広めたりできるのです。ここでの3日間を見てきましたが、このような場はとても大切です。これまでも同じような場はあったのですが、この場は今までのものとはちょっと違います。なぜならここは国際的な場だからです。様々な方がいますね。オーストラリア、日本、私はフランスから、イギリスもオランダからの参加者もいる様々な国の方がいます。それぞれ異なる視点、考え方を持っています。そういう様々な考え方があることを知ることによって、私たちはそれらを参考にどのように仕事を進めたらいいのか検討でき、どのように動いたらいいのかを学べるのです。そしてインクルージョンを考えながら、新しいプロジェクトを提案することができるようになります。私は知っています。私は生まれつきのろう者です。ろう者として育ちました。そして、ろう者の世界と聴者の世界、二つの世界を持っていて、それらを行き来しています。つまり私の中では二つが混ざり合っています。ですから私にとってはインクルーシブという表現は合っているのです。それはわかる。しかしアートの世界にインクルーシブという言葉を使っていることは悲しいです。なぜならアートは本来インクルーシブという言葉を必要としないものだと思うからです。とはいえ、私たちはインクルーシブという発想を受け入れる必要があります。なぜならこの3日間でのセッションで示されたように、現在アート関係者はどうすれば人々がアートの場に行くようになるのか、行きやすい方法はどのようなものか、どうすれば多くの人々にフェスティバルに参加してもらえるのかということを考えているのですから、つまり人々がアートの場に行くように設計しているわけです。でも昔は、例えば500年前はどうだったでしょうか。今のようではありませんでしたね。むしろ逆でした。アーティストは自分の好きなように絵を描いて、それらを人々が自由に見に来ていました。今は逆で我々アート関係者はアートを人々に広める仕事をしています。そう、かつて紅茶を世界に広めるためにやったかのように、昔と今とでは異なってきましたね。インクルーシブと言うべきか、アウトサイダーと言うべきか、いずれにしても私はこの3日間、大変有意義な時間を過ごせました。リレー通訳が終了するのを待っています。はい、以上です。はい、今デキーザさんがおっしゃったことで僕の方から少しお聞きしたいんですけれども、2つの、文化の中で、その耳が聞こえる人と聞こえない人の文化の中で最初から、生きてきたので、多分ことのほかなんかその両方行き来するっていうような必要を感じないというか、それを自然にやってこられたんだと思うんですが、それは多分そうでない人の方がむしろ多いと思うんですね。でそういう意味で自分にとっては当たり前のように分かることが他の人にはあまりやっぱり分からないんだっていうようなことで、何か何ていうんですかね、壁というかそういう困難を感じたことはありますか？そうですね。だからこそ私がここにいるのだと思います。私は2つの世界を持っています。2つの世界を行き来する方法を皆さんにお伝えしたい。どうやって2つの世界を交わらせるのかをお教えしたい。そのためにこの場に呼ばれているのだと思います。2つの世界というのは、聴者の世界とろう者の世界だけではないです。他にもいろんなものがありますね。例えば音楽の世界とろう者、いわゆる音楽を聴かない人の世界も2つの異なる世界です。
でも最近はろう者の中にも音楽を聴くのが好きな人がたくさんいます。2つの世界が今は交わっているのです。音楽フェスティバルにも好んで参加するろう者がいます。そのように異なる2つの世界でも交わることができるのです。また聴覚ではなく視覚的なアートと視覚障害者という2つの世界はどうでしょうか。視覚障害者はそのアートを見ることはできませんが、他の方法で感じることはありますね。例えば触覚を使う、触れて感じるとか、ここでも2つの世界が交わるためにはアプローチが大切なわけです。今参加されている皆さんもアート関係で働いていて、2つの世界を持っている方もいると思います。異なる世界をどうやって交わらせていくのかいろいろ使ってみて、人々に還元してほしいと思います。リレー通訳が終了するのを待っています。少し補足したいです。私の仕事は、どのように人々をインクルージョンさせるかというようなものではありません。どのようにその人がもっとウェルビーイングできるかが仕事なのです。例えばですが、私はろう者です。私がフェスティバルに行く、そうだ、音楽フェスティバルに参加したとします。会場に行くと振動を感じるベストをもらえます。手話通訳もいます。床には振動を感じるための仕組みもある。それでも私は楽しんではいます。音楽フェスティバルの様子を見て楽しんではいるのですが、依然として私は一人ぼっちだと感じてしまう。なぜ一人ぼっちの気持ちなのか。周りにたくさんの人がいるし、私自身もその人の輪の中にいる。それでも一人ぼっちの気持ち、なぜならそれは生まれ育つ中で身についた習慣のようなものが私の中にあるからです。本当は一人ぼっちじゃない。それは分かってる。それでも自分の中に染みついてしまった一人ぼっちの気持ちがある。それをいかにして消すのか。だから私は多くの人々に呼びかけ集め、そして団結して一つになって行動します。みんなが集まって行動すると、他の人との交わりが生まれ、私の中の一人ぼっちの気持ちが薄れて消えていきます。自分の中に染みついた孤独感が薄れて消えて、そうしてやっと私はアートを受け入れることができて、視野をより広げられるのです。リレー通訳が終了するのを待っています。以上です。はい、どうもありがとうございました。最初に私が提示した2つの質問について少し、今まですでに言及されてた部分もあるんですけども、少し絞って質問に皆さんにちょっとお答えいただければなと思うんですが、今言った例えば音楽をとかそのフェスティバルとかやってそこに来てもらうとかっていうことは一つのもちろんすでに工夫なんですけども、ただそこでも細かな工夫っていうのが多分あると思うんですね。で例えば私なんかが対話の場を作るっていう時に、私のはその名前として哲学対話っていうのが名前がついてるので、哲学ってつくと当然来ない人が出てくるわけですね。逆に哲学がついてるから来る人もいるんですけども、例えば私が地方のですね過疎の村なんかに行って話し合いの場を作ってくれっていう時には大体高齢化率が40% とか、僕が行ったところでは 50% 超えてたんですけども、その人たちに哲学って言ったらまず誰も来ないので、しかもいろんな人に来てもらうっていうために、僕がいろんな、それは本当に現地の人と話して、最終的にこれで行こうと思ったのは、そこ長野だったんですけど、皆さん家で漬物を作ってるんですね。なのでそれが分かったので、漬物をみんなで持ち寄ってご飯を食べようというイベントをして、でそこに来たらなぜか対話をしたみたいな、ちょっと騙してる感じもあるんですけども、だけど別にせっかくみんな集まるんだったら、みんな話しようよみたいな感じで、おしゃべりコミュニティっていう名前のイベントにして、哲学って言葉は一切使わないようにしたんですね。だからご飯を食べる、またその自分たちが作ったものを持ち寄るっていうことで、よりいろんな人、特にこういう話し合いの場っていうと高校生中学生が来ないんですね。退屈だから。で子供来るって言っても大体小学生ぐらいまでしか来ないんですけど、であとはいろんな年代の人とか、特に女の人が来れるかどうかってすごく大事なので、そういう意味で言うとご飯を作るとかそういうのを持ってすると子供も来るし、高校生ぐらいもたくさん食べたいので来るし、で女性がすごく活躍できるしみたいなので、すごくインクルーシブな場が作れるんですね。だから僕にとっては対話の場を作るときに、少なくともそこの場所では
みんながご飯を持ち寄る、ご飯を食べるっていうことをすごく大事にしたんですね。でそういう場のセッティングというかそれがすごく大事だと思うんですが、例えばそのフェスティバルをやるとか音楽イベントをやるっていう時でも何かしら工夫とか気をつけなきゃいけないことが細かなことであると思うんですね。そういうことを何か気になさってることとか、こういうのをやると割とうまくいくことが多いとか、そういう何かあったら教えていただければなと思います。まずじゃあコレットさんからいいでしょうか。それは実に興味深い例ですね。関わろうとする人々の言語で話すことが大切で、難しい言葉も必要ありません。人々の心に届く言葉が大事だと思うんです。芸術にまつわる質問に関してですが、確かに排他的な側面があると思います。いくつかの芸術分野はエリート主義を掲げ、誰にでもできるものではないと思わせます。今、オーストラリアで推進しているのは、芸術をリラックスさせることです。リラックスできる演奏会やセッションを開催し、エリート主義の部分を取り除くんです。例えば、私は交響楽団と仕事しています。伝統的にクラシック音楽はきちんと座り、音を立てずに静かに聴くものです。そうすると参加できない人も出てきますね。現在、オーストラリアでは交響楽団でもリラックス演奏会が始まりました。それは誰もが来てもいい演奏会なんです。動き回ったり、音を出したり、ビーズクッションに座ったり、退出してもいい。静かなスペースに移動しても、感覚を刺激するおもちゃで遊んでもいい。従来のコンサートホールは気軽に行ける場所ではありませんでした。特性のある人にとってはね。芸術に対する考えを少しだけリラックスさせると、誰もが快適に過ごせる環境が作れます。これを日本でも行っているか知りませんが、私たちの間ではよく話題に上がりますね。また、これらのコミュニティを引き込んで、思い浮かぶのは手話通訳のあるフェスティバルですね。手話通訳は素晴らしいのですが、参加者の来場が必要です。ろう者が催事を認知しなくてはなりません。手話通訳付きで催事を行う場合は、聴覚障害者を雇うなどして情報の拡散をお願いするんです。彼らの言語を使って手話付きの動画を作成します。参加を促したい人々の言語で訴求します。すると芸術もオープンになっていくと思います。はい、どうもありがとうございました。何か熊倉さんの方では何か気になさっていることはありますでしょうか。はい、もう先ほどご紹介した、アートプロジェクトに食はつきものでして、これは多分世界中、割と共通で、イギリスのロンドンオリンピックの文化プログラムでも、日本だと保健所がうるさいと思いますが、美術館とかあるいは公共施設の前の広場にただロングテーブルという簡単なテーブルだけが設置されて、市民の人たちが食べ物を持ち寄ってみんなでワイワイするというようなイベントが数多く行われたりして、でニューヨークなんかでも大概のアートスペースではその時に作品を発表するアーティストがやっぱりコミュニティキッチンと称して何らかの食べ物を供するパーティーを
催すことで必ずしもアートに興味のない人たちも足を運んでもらうようなきっかけ作りによくしていると思いますし、先ほど見ていただいた砦のサンセルフホテルの事例などではアーティストはサンセルフホテルっていうのをやりたいんですとしか言っていないんですけれども、こういう食べ物を出したいとかで、やはりまさに世界中中高生が来てくれないは世界的に全ての文化関係者が悩んでるところだと思うんですが、素直に喜んでくれるのは大体10歳まで、であとは下手すると25歳ぐらいまで寄ってきてくれなかったりするんですけれども、その砦なんかでもその高校生が来てくれたって言って喜んだのはやっぱり僕は料理作りたいって言ってくれたのが一つの大きなフックになったかなと。思います。ですいません、なんか主催者から持ってこいって言われたもう一個事例があるんですけれども、その話をしちゃってもいいですか。はい。ではスライド、はい。続きで居場所づくりの仕組みとしては全然実験的なものなんですが、この3年間私今先ほども見ていただいたように足立区北千住というザ下町に廃校になった小学校の校舎を区からプレゼントしていただいた千住キャンパスというところに研究室を構えているんですが、20分も歩くと隅田川が流れていて、この隅田川の流域7区でアートと SDGs でどんなことができるのか、特に誰がやるのか、どういうふうにやるのか、誰とつながったらいいのかというようなことを実践的に研究するプロジェクトを行ってきました。でその前の3年間は台東区、墨田区、足立区という、私がお付き合いがあるだけなんですけど3つの区をいろんな形でアートプロジェクトをやっていて、アーティストやボランティアさんは今何区とかって関係なく楽しみに参加しに来てくれていて、このぐらいの広さで伴走支援、一緒に走って支援をしてくれるという意味の伴走支援をしてくれるようなアーツカウンシルが作れないかなっていうふうに思ったんですけれども、でも3年間その3つの区の区役所の方々ともピアレビュー的な調査をしたところたくさん小さい民間の団体があるのがすごくこのエリアの財産だよねって、その東京中どこでもあるとは思うんですけれども、でじゃあ民間の方からつながってた方がなんか一緒にやるのはいいのかもねという意味で、行政も入るけれどもいろんなことに関心のある人がゆるくつながるネットワークみたいなのが最近アート界で流行りのコレクティブっていうがっちりとしたチームじゃなくてっていう意味だと思うんですけど、そういうようなことを模索する隅田川流域ってこの9区で下の方へ行くとちょっと冷たかったりするんですけどね、中央区さんとか何にも困ってることないのかなみたいな。でも中国で活動してる NPO さんはいらっしゃいますよ。でそのアート以外でこのエリアで企業でいろいろ食だとかモビリティだとかで新しい実験を始めている企業や市民団体、アート関係なくね、でそういう人たちとなんかそんなところにアートが行ったらなんかなるかもっていう計画を練るラウンドテーブルっていう作戦会議の場とそれから行政もこの7区嫌でも何でも集まっていただいて
こういう時東京芸術大学に行くっていうとなんか勤務中に出てきやすいのかそこそこ来てくれたりとか、例えば災害この7区川を抱えているので地震や災害についての意識も高いんですけれども、災害担当の部署の人連れてきてくださいとか、というようなことを官の方のハブではやったりで、民の方のハブはアート団体がみんなも自分のところで思いついて小さな拠点を構えて自分たちの活動をするのが精一杯当たり前ですよね。で欧米のようにって欧米をあんまり美化したくないけれども支援が薄い、今はアーツカウンシル東京さんがあるけれども、という中でなかなかよそとつながるっていうのが難しいのを、そんなこと言わないでお互いに相互乗り入れてプログラムとか作ったら面白いことあるんじゃないですかっていうのがハブで、さらにそれを実際に区内のさまざまな、SDGs 的な取り組みのところに、アート NPO が実践をするというようなのが連関していくような、仕組みをとりあえず3年だけですけれども作ってみました。でだんだん相互に循環みたいなエコシステムみたいなものが結構間なんか一生懸命やりませんかって言わないとほっといたらできたなんて夢みたいなことは言わないけれどもちゃんとこれを回す人たちさえいれば交流というかある種の流れみたいなものが作れなくはないんだなという手応えを感じました。で今が3年目なんですけれどもで民間からの中間支援っていうことを考えて、ちょっとこれは飛ばしてよいしょ。プラクティスという最もいろいろなところに行った活動のちょっとご紹介をしたいかなと思っているんですが、ハブで知り合った団体がじゃあ一緒に今度こういうところへ行ってみようっていうのがあるんだけど一緒にプログラム開発しませんかみたいなことで、行ったんですが、ここからちょっとすいません微妙なので会場の皆さん撮影録音はご遠慮いただければと思います。これ足立区にある母子支援施設というところに長年この我々の仲間のチームが行っていてさまざまな事情で母子家庭となっていて支援が必要な家族が安全に暮らせるための施設です。で当然そこに子どもたちがいるんですけれどもさまざまな問題を抱えていて一番最初にもう6年以上前になりますかね私が言ったわけじゃないんですが坂井正代さんというコレットさんももともと音楽をやってらっしゃってピアニストだけれども今はワークショップファシリテーターとして活動している人とうちの大学の卒業生でコンテンポラリーダンスをやっている2人が考えたクラシック音楽を体操みたいなことを通じて身近に感じようというワークショッププログラムを持っていこうかなというふうに言った時に施設側が熱烈にウェルカムと言ってくださって、最近そうなんですよね。なんかそういうアートとかあんまり来ないでっていかがわしいとかって言われる場合ももちろんまだあるけれどもかつてに比べるとウェルカム感は、増しているので、福祉の現場でこういうことが必要なんじゃないかという意識を持った、意識が広まってるとは言いません。意識を持ったはみ出し者の人がいるのが実情だというのがこの6年間で、よく分かりました。で、最初はクラシック音楽を用いたワークショップをインケアとして、インハウスケアとしてその施設にいる子たちに向けて行っていたんですがその次の段階の施設側はやっぱり施設の子は施設の子のままではいけないと。
施設の子が地域の子になるためにアートならできるでしょって、そんなまた無茶言うねと思いましたが、ここからが大変な道のりなんですが、でもここからその先ほどのその実験プロジェクトの中でもうちょっとそのクラシック音楽をベースにした活動のチームではなくて、現代美術というか現代美術的なワークショップを用いるチームとの、コラボレーションというので、これがまた大変なんですけれど、大変な経験でしたが、でもクラシック音楽を用いて、非常に次これやって次これやってっていう決まっている、何かやることが順番に決まっているようなワークショップ、こういうのは施設側を安心させるのにすごく良かったんですけれども、この施設の子どもたちが地域に出て行って地域の子どもたちを出迎える側に何とかできないかということを、現代美術を学んだ、現代美術を学んだって言ったら、要なんです。要はなんかとりあえずカオス作りますせっていう手法の、アーティストを現場にいたらごめんね、いい意味で言ってるんですよ、いい意味で。でそのカオスの中からさまざまなこれ障害者の方々とはよくやられる手法なんですけれども、ここはカオスだから何かが上手にできなくてもいい。でもその中でみんなが出した面白い音だのアイディアだのジェスチャーだのをアーティストがさっとすくい上げて、それ面白いねみたいな風に言うのは現代美術や演劇のアーティストの方が得意だったりします、分野の特性的に。で、そういうことが合体をして、施設の信頼を得るのに、クラシック音楽は、分かりやすい。でまたその施設の人が施設の同僚に説明するのにもやりやすいというようなことが、あったような気がしますが、でそこから、もうちょっといろんな人が同時に参加できて、ワークショップにしちゃカオスな場なんですけれども、いろいろな、高齢者だったり小さな子どもだったりハンディキャップがあるような、あるいは特殊事情を抱えたような子も、みんなが好き勝手にやって、でもあるクリエイティブな空気に満たされた時間を、作り出すのに、開発に、3年かかって。そうこんな感じで最初はやってたんですが、ワークショップからで、なんかこんな感じの現場はカオスですが、さまざまな手法がミクスチャーするダンスや、工作や音楽などが、入り混じって、好き勝手に参加者はその間を行ったり来たりとかもできるような、まさに場作り以外の何物でもないようなプログラムの開発ができたけれども、なかなか大変ではありました。はい、ありがとうございます。なんかいろんなところに関わると無茶ぶりされることってあって、僕もそんな無理だよみたいなことを、でもそれを引き受けてやった時にやっぱり自分としても新しいなんていうのかな、幅が広がるというか、そういうことあると思うので、そちらでもそういうことを結構いろいろ苦労があるんだなというのを聞いて今非常に面白かったです。一つですね、コレットさんから先ほどリラックスパフォーマンスというのを日本でやっているのかというような質問があって、私ちょっと知らないので答えられなかったんですけど、日本でもやっていますということです。で東京都では上野の東京文化会館というのがあるんですが、そちらでリラックスパフォーマンスにあたるようなものをやっていると。で次は11月16日の土曜日に開催されるということです。はいはい、次にですね、デキーザーさんの方に、デキーザーさんも本当にその耳が聞こえない人と聞こえる人が一緒にいられるような、そういうイベントとか活動をたくさんなさってきたと思うんですが、僕はデキーザさんの話の中ですごく、ちょっと印象に残ってるのが、最初にスウェーデンでしたっけ、デンマークだったかちょっと忘れたんですけど、スウェーデンの方を
の手話の演劇の人を招いた時に、結局その手話が分からない、そのスウェーデン語の手話をで演劇をやってもらったので、結局来た人が分からなくて、非常にこう評価が低くて、そのスウェーデンから来た人たちがすごく残念、傷ついてしまったみたいなことをおっしゃってたんですね。でこれは多分観客の側の期待とずれると、多分そういうことが起きると思うので、なんかそういう時にやっぱりいろいろなイベントとか活動をずっとその20年30年なさってきた中で、こういうことは気をつけないとやっぱりうまくいかないんだとか、そういうことが何かあったら、はい、教えていただければと思います。そうですね。アートで演劇を例に考えてみましょう。演劇には伝統的なものもありますね。皆さんもご存知だと思います。いろんな伝統の形があります。そして背景の異なる人々がいます。演劇の形式も人々もそれぞれ様々です。様々な演劇を背景の異なる人々にどう見せていくのか。コメディ、ダンス、コレオグラフィー、シェイクスピア、そして狂言も。日本の文化には狂言がありますね。様々な方法があります。それらを観客であるいろんな人々に披露するには、どうしたらよいのか。舞台演出を調整したり、手話表現も考えたりしないといけない。それはとても難しいです。例えばシェイクスピアの戯曲をそのまま手話で演じたとします。難しすぎて観客には 100% は伝わりません。半分、人によっては 30%、40% しかわからないということもあるでしょう。観客と演者は同じ言語を使っているのに観客には十分に伝わらない。なぜならシェイクスピアの戯曲は古い言葉遣いが使われているからです。ろう者にもそれと同じ問題があります。ろう者の手話も現在の手話と30年前の手話は異なります。難しい。問題はすべての演者や劇団などのカンパニーが潤沢な資金やしっかり内容を考慮して練習したり調整したりできる時間があるわけではないことです。リレー通訳が終了するのを待っています。何ですか？通訳に向かって。少し戻ってもう一回。どこから？ずいぶん戻るんですね。わかりました。OK。とにかく現在の問題は、演劇カンパニーに潤沢な資金も、脚本をチェックしたり、表現と翻訳や文章を一つ一つ入念に確認し合ったりして練習する十分な時間もないことです。そのため観客に質の高いものを届けることが難しい状況があります。リレー通訳が終了するのを待っています。そう、だからそれが難しいのです。リレー通訳が終了するのを待っています。それはろう社会にとっても難しいことです。なぜなら手話言語は記述の手段を持っていません。手話には初期言語がありません。手話を書き取って本にまとめて残せるでしょうか。手話は視覚言語、見る言語です。初期言語として記述を残すことは難しい。リレー通訳が終了するのを待っています。もし皆さんが手話の演劇を創作するなら、お願いがあります。複数のビデオカメラを用意してほしい。そして多視点のスポットからビデオ収録してほしい。それをうまく編集して動画を作成した後は、アーカイブとして保存してほしい。紙の書籍ではありません。動画です。
動画なら手話が残る。現時点ではそれもないのです。リレー通訳の進行を確認しています。歴史的に音声言語には、古の時代から初期言語があり、書かれた記録本がある。本は残る。ですが、ろう者の手話言語は、そういう形では残らない。残っていないのです。残すにはどうすればよいのか。初期言語では手話を残せません。だからビデオに撮って残すのです。でもこれまでの過去の手話はビデオに残せませんでした。残っていないのです。そうすると、伝統世代を経て継承できる手話は大変少なくなってしまいます。だからどうすべきか考える必要があるのです。ビデオに撮ってアーカイブにして残す方法。アーカイブがあると、我々の取り組みも発展していきます。過去を振り返れるようになり、変遷を実感できるので、それがクオリティの向上につながります。今ここにいる皆さんも同じだと思います。音声言語も新しい言葉遣いと昔の言葉遣いは異なりますよね。それでも皆さんは昔の言葉遣いを理解することができますね。それは皆さんが昔の言葉遣いを知っているからです。かつ新しい言葉遣いも知っていて、それで理解できるわけです。では、ろう者の手話は？これまでは難しかった。継承できずに消滅してしまいます。少しずつ補足されていくものもありますが。ですから私は政府に助成金やプロジェクトの申請をするときは、いつも必ずビデオ撮影&アーカイブに残すことをお願いしています。そうすると継承と発展ができます。そのアーカイブ動画は大学での研究にも提供・汎用できます。さらなる発展に貢献できますね。リレー通訳が終了するのを待っています。通訳に向かって。 OK？ はい。それともう一つ、うまく言葉にできないかもしれませんが、演劇である人がアイデアを思いつく。ストーリーを脚本にまとめ、演者を集め、手話で演じる。例えばスウェーデンで、当然、スウェーデン手話話者が演じます。スウェーデン手話は演者が流暢に使える言語ですから。その演目を日本で演じることになりました。スウェーデン手話で演じるのでは観客に伝わらないのではと考えます。ではどうする？表現手段を変えるのか。ちなみに主催者側からあなたの文化やアートを変更してくださいというのはとんでもないことです。ここにジレンマが生まれます。ですがこのスウェーデンの劇団はそれを理解してくれました。劇団が取った方法とは、まず脚本をもとにスウェーデン手話で稽古を重ねる。しっかり稽古を重ねて芝居を固められたら、次は国際手話でやることを念頭に準備を始める。スウェーデンの劇団はしっかり事前にスウェーデン手話版と国際手話版の2種類の脚本を用意していました。とても良い方法でした。他の国を見てみると、同じようにやっているところはそう多くはありません。演劇の使用言語や文化面の表現を変更せざるを得ないときは、事前にしっかり準備すること。現在、スウェーデン、ノルウェー、フランスなどはこの対応ができていて脚本を2つ用意しています。まず自国の言語で稽古した後に国際手話版で稽古しています。リレー通訳が終了するのを待っています。はい、どうもありがとうございます。これ皆さん今このいわゆる情報保障っていうのはこの会議でもしているんですけども、多分あんまりこう意識せずに今まで少なくともスムーズに進んでいたので、
なんか特に意識してなかったかもしれないですけど、これは、デキーザさんは国際手話を使っていて、それをこちらで日本手話に翻訳して、その日本手話を日本語に翻訳して、でさらに日本語を英語に翻訳してコレットさんが聞いてるという、ものすごいアクロバティックなことをやってるので、そもそもどっちかというとうまくスムーズにいってることの方が不思議なぐらいのことをやって、僕は非常にもうずっとさっきから驚異的だなと思って見てるんですけども、逆に今そこが実は大変なことなんだっていうのが分かって帰ってよかったかなと、はい、思います。ありがとうございました。本当にすいません、これアーツが何か説明しろというのはアーツカウンシルが何かを説明しろということでいいんですかっていう。アーツって何ですかね。今これ渡してくださった方はどこに行っちゃったかな。はい、わからないのですいません時々カンペが入るんですけども一応ここでアーツカウンシル東京について説明しろというのはあるので、ちょっと今までちょっとアーツカウンシル東京という名前が出てきて、それをご存じない方もいらっしゃると思うので説明しておくと、東京都の芸術文化政策の元事業を実施している団体のことで、それは先ほど熊倉さんがおっしゃったアーツカウンシル東京が東京にはあるので、そういう活動ができているっていうような話が上がったのはそういうことです。はい、ということでありがとうございます。で、もう一つですね、私がちょっとすでに答えていらっしゃる部分もあるんですけども、一つはこれはいわゆるフェスティバルをやるとか、そういうイベントをやるっていうのは僕非常にすごく大事なことで、これは日本の一般のお祭りなんかでもそうだと思うんですが、お祭りってやっぱりある程度みんながフラットに行けるところだと思うんですね。そういう意味でそこに芸術が関わる、そういう一般にはマイノリティの人たちで普段そういうところに来れない人たちがアートというのを介したお祭りイベントで関われるようになるっていうのはすごく大事なことなんですが、他方でこれは先ほど熊倉さんがおっしゃった地域の子どもと関わるみたいなところが一つヒントというかそういう部分かなと思うんですが、日常に戻った時に結局どうなるのかって。で大体イベントにはいわゆるマイノリティの方には来てもらう。でそういう人たちと一緒にやりたい人、そういうのに関心のある人は来る。そこではうまくいくんですけど、じゃあそれ以外のそういうのに関心持たない人、あるいはそこに来てない人との間ではやっぱりそんなに理解は進まなかったり、日常に戻るとやっぱりそういう溝っていうのは残ったまんまみたいなこともあると思うんですね。でそのあたりのいわゆるイベントと日常との接続みたいなことに関して何かご意見があったらお聞きしたいと思います。コレットさんお願いします。すみません、それと先ほど言った要はアートによって排除される部分もあるんじゃないかっていうのは、僕非常に近い質問だと思うんですけども、アートフェスティバルでやるとそこには関われる、だけどそこにはそもそも来てない人がいるっていうことで、そのアートの外にいる人とか、それからイベントに来てない日常のそのお祭りと日常の接続みたいなのをどういうふうに架け橋を作ろうとなさっているかみたいな何かあればお願いします。オーストラリアにあるフェスティバルも似た取り組みをしています。数年前から開かれているフェスの主催者はパラリンピアンのディラン・オルコットさんです。彼は障害者支援に積極的でアビリティフェストを主催しています。アクセシブルな音楽フェスティバルでさまざまな障害を持つ人が楽しめます。手話通訳から字幕キャプション、センサリーエリアやクワイエットゾーンがあります。音声ガイドなどの支援技術も導入しているんです。アイビーコン技術のようなものがあります。視覚障害者に位置情報を通知し、会場内で場所を確認できます。このフェスティバルの長所は最善の方法や事例の手本となり先陣を切っているところです。他のフェスにも可能性を示しています。アクセシブルな祭事を催すのは決して難しくないと見せてくれました。もちろん資金はかかりますね。
これまでのフェスティバルは特定の障害者に対して注力していました。しかし主催者側も気づいたのは、さらにアクセシブルな開催が可能だということ。非常に興味深いのは、芸術とは無縁だった人が参加し始めたことです。アクセシビリティの都合で参加できなかった人たちですね。アビリティフェストに参加している多くの人は、他の大きなフェスティバルにも参加し始めています。私は今後このような動きに期待しています。祭事は基本的に1日か数日しか開催されないので、それ以外は何をしましょうか。すべての人に向けた取り組みが大事なんです。よりアクセシブルな芸術の催しが増えれば、参加者は増えます。そして継続的な開催が必要となります。アビリティフェストに参加したら、翌年まで待つのではなく、定期的に人々がアクセスできるイベントが必要です。習慣化させられたなら、人々の生活の一部として定着していきます。年1回の行事で終わらせないことです。だから今後に期待したいですね。人々が祭事に参加する習慣と一体性を感じるきっかけになればと思います。はい、ありがとうございます。何か、熊倉さんの方でも何かでも。まずフェスティバルにね、先ほどご案内した、来たる12月1日舎人公園でのメモリアルリバースで、通りすがりの人でもねいいんですけれども、そもそもなんかそういうケアが必要な方々、自分たちじゃ来らんないので、で今回はただ初めてみずほグループさんとの共同研究の一つとして、今事前に、さっきのは母子支援施設で、今度は養護施設に事前に伺って、ただ見に行こうじゃね、やっぱりねそれは自分たちのためにやってくれているのか、あるいはだから自分たちがかわいそうだからやってくれているのか、みたいないろいろなハードルがあるので、そこをアーティストと一緒になんかね行かなきゃいけない用事じゃないんですけどね、仕掛けを今作って、もしかしたら来てくれるかもしれないと。でそういう時にやはりその施設側との信頼関係、日頃ケアをなさってる方々と手を携えて、その本当に小さな試みなんだけれども、それを成し遂げられるかと、どう日常に戻すのかと。日常に戻った時にやはりその晴れの日を、施設の方々と一緒に準備をしておくことはそれが絶対だかどうかはまだまだこれから研究の必要があると思いますけれども、日常に戻していく時にはそれがやっぱり大きな必要性かなと思います。全く別の事例ですけれども、岐阜県可児市、日本の自動車産業を下支えしている町で、いろいろな自動車産業の工場で働く日本国籍ではない人たちが、たくさん暮らす町で、そういうところにいろいろな親御さんの事情でティーンエイジャーになってから日本に移住した子どもたち、それよりも10歳より前に来れば日本語しゃべるように学校行ってればなりますが、ならない。でその子たちを支援する NPO に演劇的手法を持っていった時に、やはりその丁寧に準備をして、その
ワークショップ当日アートだっていうその日当日もさまざまなトラブルが起こるんだけどでも、そういうことに上手に対処するためにもやっぱり日常ケアしてる人たちがなるべくでも一歩離れたところで、見ていてくださって。でその結果日本社会って日本語喋れない外国人冷たいじゃないですか。でだからすごくなんかこう私なんかって思っていた子たちが、中学校の卒業資格1科目ずつ試験を受けるんですが試験問題は全部日本語で日本史もあれば物理もあるのでとても外国人の子には大変なんだけれどもワークショップの後に、これそのワークショップだけが功を奏したかどうかは科学的にはちょっとそう簡単に言っちゃいけないかとは思いますが、非常にやる気が出てちょっと合格率が上がったみたいな日常に戻った時に何が起こるのかということを丁寧にやっぱりそういう事象を集めていかないとある意味その福祉関係者の方々もなかなか怖くて、アートを受け入れてなんかパーッとその日楽しいだけでしょっていうふうなところで終わってしまうのにそうした、つながりがあると日常に戻った時にどうだったのかという効果らしきものがあった時にも集めておけるかなとは思います。はい、ありがとうございます。今おっしゃったようにこれはデキーザさん少し違った意味でおっしゃったんですけどもやっぱり相手の背景であるとかコンテクストみたいなのが分からないとただ表面に出たものだけでなんかみんなで一緒にみたいなことをやってもなかなかうまくいかなくてで多分それは例えば中学校の試験に合格率が上がるっていうのは、多分そういうのを通してお互いの人間関係がなんかできてきたりとかお互い馴染んでとか楽しかったからもうちょっとここで頑張ってみようみたいな気持ちになること自体が多分すごく大事でそれないままじゃあ勉強だけ教えますとか試験対策だけしましょうみたいなことやっても多分無理なんだと思うんですね。だからそういう背景をどうやって作るかみたいなことが僕はすごく大事でそこにやっぱりとりあえずは一時的なお祭りだったとしてもそこでアートが関わったりなんかいろんなことが関わってそこが波及していくっていうことが僕はすごく大事なんだなというふうに思います。でキーザーさんなんかその点に関して何かあればお願いします。日常にどうやって戻すかっていうようなことですね。はい、あるいはアート以外のところにどうやっていくかっていうことで。私はフランスでクランドゥイユフェスティバル、フランスの老芸術祭を立ち上げて仕事をしてきました。フェスティバルは2年に1回の開催。アートや文化、手話のためにこれまで21年間開催してきました。これまでの経験を経て分かったことが一つあります。私たちは常にインクルーシブをどうすべきかを考えています。日々の生活の中では、すべての人のためにアクセスを用意していますよね。それはいいことであり大切です。ですが、一つ忘れられているものがあります。アクセシビリティを検討する前に、まずは最初のステップとしてやることがあるのです。例えば、デフコミュニティまたは手話コミュニティの中にコミュニティ自身のフェスティバルがあることが第一なのです。そのコミュニティの中に独自のフェスティバルが立ち上がり、人々が参加してアートを知り楽しんで視野を広げて、そしてその流れで他のコミュニティのフェスティバルに参加しようという思いが芽生えて参加するというのが本来の流れなのです。コミュニティ独自のフェスティバルがないから他のコミュニティのフェスティバルに参加する。そのためにアクセシビリティを考えるというのは少し順番が間違っていると思います。私自身クランドゥイユを運営してきて振り返ってみると、当初聴者の多くはろう文化やデフアートを知りませんでした。彼らの多くは大学生で手話を学んでいる人たちでした。または手話を研究している人もいました。
手話についてもっと知りたいと思っていた時にクラン・ドゥイユの存在を知り参加してくれたわけです。そして彼らは参加してみると、手話を研究しようと思ってここに来たけど、ここにはデフアートがあるんだ。前はそんなことは気にもしてなかったけど、なるほど、と思うのです。本来は彼らは大学などの学術的な場面で手話を分析、研究しようという動機でクラン・ドゥイユに来たわけですが、デフアートに引き込まれたのです。フェスティバルでは、そのような効果を引き出すことができるのです。また別の話になりますが、私はクラン・ドゥイユ運営で、ろう学校とよく一緒に仕事をします。複数のろう学校と連携しています。ろう学校にはクラスがありますね。6歳、いや4歳かな。4歳から18歳までのクラスがあります。フランス中のろう学校と連携していますし、外国のろう学校も3校から4校ほど連携しています。そのろう学校から子どもたちがまとまってクラン・ドゥイユに参加してきて、デフキッズキャンプをやっています。そのためにまずろう学校と打ち合わせて連携し、そして子どもたちを招待するのです。クラン・ドゥイユのデフキッズキャンプには、2年前は250人くらいの子どもが参加してくれました。250人はとても多いです。2年に1回開催しているので、年によっては200人程度の時もあるのですが、そうして開催してきて、今私が会っている20歳から27歳くらいの若者から言われることがあります。デイビッドさん、あなたのおかげで、私はアートや劇が好きになりました。それも、幼い時にろう学校のイベントの一環で、クラン・ドゥイユのデフキッズキャンプに参加して、アートをたくさん見てきて、アートの意味を理解できたからです。だからこそ、私はいつも戦略を考えるときに大切なことはまず第一歩として、ある特定のスペースを援助してサポートする。そして発展して大きくなったら他のところにも広げていく。そうすることで目的を達成できるわけです。今は2024年ですね。私が知る限りでは世界中にあるデフフェスティバル、ろう者によるフェスティバルは15カ所くらいです。世界中を見てもたったの15カ所しかない。手話通訳から確認があったため、もう一度。本当に世界中でデフフェスティバルは15カ所しかないんです。15カ所だけ。世界にある国の数は何カ国ですか？その数から見てみると15カ所しかないというのはかなり少ないことがわかりますよね。ところで、日本にはろう者による、または手話フェスティバルはあるのですか？あるの？周りに聞く。会場の反応を待っています。この状況をどう打開するのか真剣に考えなければなりませんね。アクセシビリティ面を充実させるのもとても良い働きかけですが、まずはそのコミュニティ内に独自のフェスティバルを立ち上げられるようにするのがとても大切なことです。だからこそ私は今後ももっともっと外国にも出かけてワークショップを開催することで、ろう者や手話関係の聴者などをエンパワーし、どうやってフェスティバルを立ち上げられるのかを教えていきます。それとともに他のアート関係者と共同する方法も教えています。関係者へのエンパワーメントとアート関係者との共同、それぞれが相互に補完し合うもので必要です。今ちょうどデキザーさんの方から今後に向けてのメッセージというか活動のなんかプランのようなものが出てきたので、お二人からもちょっとその点について言及していただければなと思います。コレットさんお願いします。未来の問題について考えるとき、アーティストは頼みの綱です。積極的に伝えています。アーティストたちが答えを持っているとね。インクルージョンに関する問題をとっても、
観客側に注目しがちです。インクルージョンを包括的に捉えることが大事で、観客のみならずアーティストも含まれます。団体を運営する現場の人々や芸術文化に関わる利害関係者すべてを含みます。寄付をする人も協力企業もそうです。包括的な視点がとても大事ですね。多様なアーティストはイノベーターでもあります。アーティストたちはクリエイティブな問題解決者などです。想像力を使った解決策を提案してくれます。もちろん実体験が豊富な人とも共同します。団体の多くはプログラムを作っては特定の多様なグループに向けて実施したがります。現在、オーストラリアで話題になっているのは、多様な人と働く大切さです。多様な人たちでダイバーシティを作るんです。これらの人の参加を促し、意思決定にも参加させなくてはいけません。多様な人とプログラムの設計から始め、共に発展させて制作していくんです。人々の多様な実体験を参考に、居心地のいいフェスティバルを目指すんです。未来に向けて、あと1点だけ述べますね。この場では常に野心的でありたいです。昨日コズミンさんが話したと思いますが、ダイバーシティは譲れないものです。だから私たちも勇気を持って目標とゴールを設定すべきだと思いますね。オーストラリアの資金提供団体はお金のある政府機関なんです。彼らは資金提供しているアーティストや団体への基準を厳しくしつつあります。映画業界では具体的な目標が掲げられ、クリアできなければ制作資金が下りません。だから私たちもこれらに果敢に取り組み、実現したいですね。私の考えは以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、倉さんお願いします。はい、先ほど梶谷さんにもご指摘いただいたようにアートはちょっと自分なんかというふうに思わざるを得ないような社会的境遇にいる人たちにまず、誰がやっても下手くそだったり誰がやっても面白かったり、正解がなかったり、いろいろな機会を提供することができることによって、いわゆるセルフエスティーム、自尊感情と呼ばれるものを育むことができると。これはもう山ほど研究があるのでもう定説になっていると言えるのではないかと思います。それもまだまだ十分ではないんですが、今21世紀こうしたフォーラムまで開かれるようになった21世紀もそろそろ四半世紀を迎えることになって、そのさっきの母子支援施設の例で申し上げたように、どのようにこれまでそのケアが必要な人たちを一箇所に囲い込むことで、メインソサエティの方が効率的に福祉を提供することができた時代を乗り越えて、もう一度社会とつながる暮らしを提供することができるのかというような時代にこれからなってくると思うんですね。でそうした時に、日本の福祉制度もまだ100年は経っていないですけれども非常に頑張って進んでいるんですが、悪く言うとむっちゃ制度化が進んでいる。でその中でたくさんのルールに、の中で、活動せざるを得ないし、それはでも働く人たちを守ることでもあるので、それに対してまだまだアート側はアーティストとアートマネージャーの、熱い情熱で支えられている部分が
多くて、その制度になじませるのは難しい。だけれども福祉にせよ教育にせよ、何かその制度でガチガチになってしまっている現場に、違うなんかもうちょっとこう横串を刺したり、いい意味でのグレーゾーンを作りたいと思って、その熱い職員の本当に福祉はこれでいいのかという職員の人たちが最近いろんなところで出会うことがあって、とても心強いけれども、なかなか施設の中でみんながついてきてくれるわけではない。というようなところで、さまざまなその制度的な思考になってしまっている社会のいろいろな分野に芸術が入っていくときに、相手側にも負荷をかける。でも言うのは簡単だけどやるのはむっちゃ難しいぞと思いながらも、高齢者施設にしてもそういう児童保護施設にしても社会とつながらなきゃっていう意識は強く持っているという中で、最後にそのなんかアウツカンシルさんになんかごまをするみたいで嫌なんだけど、でも個人的にむっちゃ期待しているのは、アウツカンシルさんがやってるターンランドというプログラムで、芸術家がさまざまな福祉施設に行って、そこの人々と何かワークショップをやるというのは、日本でももう30年40年の歴史があります。でも福祉施設の方は大体忙しくて、みんな見てくれない。学校ですら結構そういう感じで、なんかやってるねっていう風になっているところを、この私が個人的にターンランドプログラムがすごく面白いと思っているところは、施設の人たちと、アート NPO とアーティストがみんなでちゃんと振り返りの議論を持って、実は施設的にはこういうところ難しいんですよねみたいなこともおそらく共有し合いながら、さまざまな必要枠として細かいルールがたくさんあったり線引きがあったりする中で、アートがいかにいい意味でのグレーゾーンを作れるのかというような試みとしてすごく重要なんじゃないかなというふうに思っています。多分ここにいらっしゃる方たちでなかなか世の中変わらないなとか、もっともっとなんとかならないのかなと思ってらっしゃる方すごく多いと思うんですね。私も思いますが、ただ自分が若かった時のことを考えると、今から30年ぐらい前ですけど、そもそも例えば社会課題っていう言葉僕聞いたことないですし、社会に貢献するとかみんな別にあんま考えてなかったと思うんですよ。だからそれを考えるとこの2、30年でものすごく僕は変わったと思ってます。でしかも今若い人たちってそういうことに関心持ってる人たちもすごく多くて、私はバブルの末期なんですけど、みんな自分のことしか考えてませんでしたと、お金のことしか考えない世の中でした。それに比べると今すごくなんかいい世の中になっていて、若い人たちにもそういう意味で僕はすごく希望を持つんですね。なのでそういう意味でなんか僕はなんか全然希望って持てる時代だなと思います。であとやっぱり新しいことをやるし失敗もするし、そういうことにやっぱり寛容で、ある意味僕はいい加減であっていいと思うんですよ。今みたいにまた、ね、時間過ぎてるのにまだペラペラ喋ってるみたいなことも含めてですね、そういうのでいいと思うんですね。で子どもの哲学のその合言葉みたいなのに「Don't be in a rush」急がないで行こうよと、ゆっくりやろうよっていう言葉があります。私たちついつい何かやろうとすると焦ったりとかもっと早くって思うんですけど、一方でその努力っていうのは常に怠らないってこと大事だと思うんですが、他方でやっぱりあんまりイライラしないでちょっと振り返ってみれば随分変わったなと僕は思うので、そこを励みにして前にどんどん進んでいけるような世の中になったらいいなと思います。そういうことが東京都もそうですし、こういうことをやってるっていうこと自体が私はその一つの表れだと思いますし、東京に限らず地方に行っても同じような動きっていうのはどんどん出てきてると思うんですね。なので私たち希望を失わずに前に進んでいければなと思います。以上で、終了したいと思います。どうもありがとうございました。
それから最後にですね、今レティーザさんからも情報保障という話が出てましたが、先ほどもお伝えしたように、今日通訳の方が手話で、国際通訳と日本通訳と、それから英語日本語の通訳と、本当に超人的な働きを僕はなさっているなと思って、このチームでですね、すごいことだなと思いますので、今回すごくその場その場でいろんな話が出て大変だったと思うんですけど、どうもありがとうございました。皆さん拍手をしていただければなと思います。以上で、はい、本当に終わりです。すみません。梶谷様、キーザー様、コレット様、熊倉様、どうもありがとうございました。それではどうぞご講談ください。以上でクロージングセッションを終了いたします。この後はクロージングパフォーマンスに移りますので、ぜひ続けてご参加。